近若い人の犯罪が増えているけど、大人と変わらない犯罪を犯しても少年法で守られるんだよね。それでいいのか不安になってきたじょ。日本の少年法は犯罪を犯した未成年者に対する特別な取り扱いを定めた法律だからね。最近の10代の子の犯罪を見ていると、確かに子供だからでは済まされないものが増えたよ。世界的にその傾向があると思うけど、日本以外にも未成年の罪を軽くするような守るような法律ってあるのかな。未成年者を対象とした法律や制度は世界中の国々に存在するよ。そして多くの国では未成年者の犯罪に対して更生や社会復帰を目指す対応が一般的だよ。若い人の将来が大事なのはわかるけど、完全に更生してくれるという保証がないと僕はちょっと賭けには出れないじょ。罪の大きさによっては大人と同じ処罰が必要だと思うじょ。少年法がある国って例えばどこなのかな。今回は少年犯罪の処罰の壁になっている日本や海外の少年法について話していくよ。つるっとチャンネルが始まるじょ。少年法がある国として代表的な国を挙げると、まずアメリカ。州によって違うけど未成年者に対する特別な裁判所、ジュベナイルコートっていうのがあって、更生を優先するアプローチをとっているよ。そうなんだ。やっぱりアメリカも子供の将来には期待するんだじょ。次にイギリス。ユース・ジャスティス・システムと呼ばれる未成年者専門の司法システムがあって、更生に力を入れているよ。そしてドイツも未成年者の犯罪に対しては教育的措置や更生を目的とした措置が中心だよ。でも14歳以上の未成年者は刑事責任を問われることがあるようだね。やっぱり凶悪犯罪を起こしたら子供とはいえ恐ろしい存在だし、国民の安心安全のためにも刑事責任は問われるべきだと思うじょ。じゃあ逆に大人と同じように処罰される国ってあるのかな。未成年者に成人と同じ処罰を与えるかはその国の法律や法執行の実態によるんだけど、世界の中には未成年者に対しても成人と全く同じ法律を適用して同様の処罰を行う国も存在するという話は聞くよ。それは賛成だじょ。年齢に関係なく処罰するとなると人権問題になっちゃうから、今の時代では幼い子を罰するという法律はなかなかないみたいだけど、処罰対象になる年齢が低い国や地域はあるみたいだね。さっき挙げた少年法のような法律がある3つの国に関して言うと、アメリカのニューヨーク州では7歳、イギリスでは10歳、ドイツは14歳からみたいだよ。ニューヨーク、すごいじょ。少年を守る法律もあれば厳しく処罰もするなんて。日本の法律は甘いという意見をよく聞くけど、日本と近い韓国はどうなのかな。ドラマや映画では結構激しい犯罪者もあるし、気になるところだよね。韓国では未成年者の19歳未満の犯罪に対しては基本的には更生と社会復帰を目指す措置が取られるよ。日本と同じように特別な少年法みたいなのがあるのか。韓国の司法制度も未成年犯罪者の更生と社会への再適応を重視していて、教育プログラムやカウンセリングのような犯罪を犯した未成年者を支援するための措置が講じられているよ。日本も韓国も少年法があって成人の犯罪とは区別して扱う傾向にあるんだね。でもその少年法を盾に簡単に犯罪を犯す少年もいるみたいだじょ。どこの国にもそういう意識でいる少年はいるだろうね。そういうことと最近の犯罪の増加や悪質性が原因なのか、韓国では未成年者の重大犯罪に対する社会的な懸念が高まってより厳格な対応や法改正の動きがあるみたいだよ。さすが何でも早くやろうとする韓国だね。それは早くやるべきだじょ。だから韓国では未成年者でも重大な犯罪を犯した場合には成人と同様に厳しい処罰を受ける可能性が高まっているらしい。羨ましいじょ。日本もそうするべきなんじゃないかな。そうだよね。日本でも
重大犯罪には厳しい処罰を求める声があるものの、韓国ほど頻繁に法改正が行われるわけではないから困るよ。社会の安全と未成年者の権利のバランスを取らないといけないってことだじょ。バランスよくって何においても簡単じゃないんだよね。バランスかスピードか、どちらかだけでも早く身につけてほしいよ。日本が得意な中途半端じゃ法改正はいつになることやらだじょ。今回のつるっとチャンネルはここまで。よかったらいいねとチャンネル登録をお願いします。また見に来てね。